わりのないディフェンスでもいいよ。君が僕を詰め続けてくれるなら Stand up to the victory いくつもの朝を迎えいつかきっと掴んでみせる Stand up to the victory その向こう側に何もなくても構わないからかけがえのない君の優しい笑顔抱いてここに集結した艦隊がザンスカール帝国第一に強力な艦隊、名付けてムッターマズガン艦隊である。ギロチンで国民を脅かして軍人にすれば何でもできるよな。こんな宣伝放送するというのはよほど自信があるんだな。ハイランド、それは地球に電力を送っていた巨大な太陽電池で現在は使われていない。ウッソたちはこのハイランドに暮らす家族たちと合流していた。我がザンスカール帝国のマリアの心を広めるために戦力を使うしかないのは残念ではある。ザンスカールの軍人って自信あるんですね。でもギロチンに反対している人はもっともっといるのよ。そうですよね。我々は艦隊を押し出さなければならないのである。帝国の女王。現在リーンホースはハイランドのある静止衛星軌道に向かっている。その遥か上空の月の前後にスペースコロニーの集まる2つの場所があった。サイド1とサイド2である。ザンスカール帝国はそこの最も月に遠いコロニーをその本国にしている。我がザンスカール帝国のマリアシーという理想を理解できず、我が帝国の成功を妬む者たちが艦隊を組んで攻め入ってくるというのであれば我々も立たなければならないのである。そして女王マリアの母なるお心を人々に投げ与える機会を全世界に広げていただけなければならないからである。ムッターマーズガン将軍の後で女王陛下にも親しくお言葉をいただければ将兵の士気も高まりましょう。その前に私に報告があるというのはそのドゥカーイク少佐からでありますな。はっ、地球でのパトロールが失敗続きでありながらもこのように謁見できますことは光栄であります。モトラット艦の発案者であれば当然であります。恐れ多いお言葉です。このモトラッド戦艦と10巡洋艦は加賀地閣下がお考えになったものにいくつかの技術的アイデアを提供させていただいたのです。この得意な形はこれだけで敵を恐怖に陥れて戦わずして敵を降伏させることができます。戦わずしてとは結構なことであります。私はギロチンと今日までの戦いは好きではありません。その上弟君のクロノクル様の奮戦ぶりをお知りになればこの船の必要性はご理解いただけましょう。それを聞きたい。はい、イエロージャケット部隊がヨーロッパの中央にあたるラゲーンに進出いたしまして、ラゲーンからウーイグに至る場所でクロノクル・アシャー大尉は地球上で使用するモビルスーツシャッコーのテスト飛行中にリガミリティアという抵抗分子のマシンと出会ってこれを捉えようとなさった時から事態は急変いたしました。ガリー、追い込むんだ。
実写テストをやらせてもらう。なんだ。うわなんだあれは。何なんだ。何か貴様。人が乗っているっていうのにザンスカール軍が来るなんて。貴様こそこんなところにこの宇宙へ帰れよ。抵抗する貴様こそ。お前たちなんか。こいつ落ちろ。落ちろ。当てつけというわけか。リガミリティアがパラグライダーで接近してくるとは思いもしなかった。奪い返さんと。この敗北は大尉の体が重力に慣れていなかったことが原因だったのです。しかしこのことがありながらも初めの予定通り作戦は続きまして、ウーイッグは我が手に落ちました。ウーイッグは地球に住むことを地球連邦政府から認められた人々の住む特別の町である。ウーイッグの町を全て焼き払ったのはなぜでありましょう。リガミリティアの秘密の地下工場が9世紀時代の地下鉄の施設の中にあったためのやむを得ない処理でありました。しかし住民には町の外に逃げてもらった後のことですので、人的な被害は出ていないと自分は確信しております。確かですな。は。その直後に弟のクロノクルは救助されたのですね。はい。このカサレリアあたりはウーイグの北西というところですが、大尉はこの付近の反乱分子を探し求めて現地の人々とも接触しております。待て。止まるんだその女。フランダース、やめなさい。少女、一つ聞きたいことがある。はい。この辺りに怪しい大人たちを見かけなかったか。サバト、早すぎるぞ。サバト隊長、釈光が出たぞ。クロノクル機やブーツとドッキングをする。動きが良くなっている。あんな大型機など。サバト、どこだ。サバト隊長。釈光だ。サバト一機でやれるのか。やった。コックピットだけをやったのか。
あの釈光のパイロットは。私の鉄時だったものは返してもらう。次はコックピットを狙うぞ、パイロット。ビームシールド出てくれ。脱出ポットか。クロノクル大尉が釈光の機体を回収してくださったために機体の問題点が分かり、その後のモビルスーツの開発に大いに役に立っております。クロノクルもパイロットとして育っているのですね。その後の大尉の活発な働きによりまして、ウーイッグの東コリンの郊外にリガミリティアの最大の地下工場を発見したのであります。ここにも大型トラック。工場跡からの反応はないのか。あれはどこから出てきた。弾切れ。しぶといな。何？ブーツを低空に待たせていたから地上から狙われてるだと。こちらがドッキングしてる間にあの小型機も。やった、残った一機を。地上砲火に惑わされてる間に白いモビルスーツだと。センサーを潰してくれた。大尉は我が軍で初めて白いモビルスーツと対決なさり、そのモビルスーツは民間の少年が操っていたと聞いておりますが、事実でしょうな。抵抗分子たちは子供を使うことを何とも思っていない異常者の集まりなのです。それぞれのスペースコロニーが自分たちの独立を望んで勝手に戦争を始め、宇宙は戦国時代になってしまいました。この混乱をまとめ収めたいというのが私の考えなのです。おっしゃる通りです。しかしマリア主義の温かさを理解できぬ地球連邦軍はとんでもないことをしでかしたのですぞ。とんでもないことを？はい、それは私がこの目で見たのであります。ここのベチエンという古い飛行場で反乱分子のリガミリティアと連邦軍が合流しました。この時地球連邦軍の輸送機があの宇宙引っ越し公社のマークをつけていたこと。それは妙な。地球に残された人類の遺産を宇宙に運び出すことを仕事にしている引っ越し公社はもともと中立でありましょう。我が帝国に従うことを拒否したはずです。それが裏切られたのであります。私の大型戦闘バイクガリクソンはモトラッド艦の原型というべきもので基本データを収集していたのですが、
新型のモビルスーツも集まっているというのか。白いやつも数を揃えている。輸送機が2機もいた。彼らの戦い方、まさに軍隊そのものでありました。いや、それ以上かもしれません。リガ・ミリティアという名前。神聖なる軍事同盟という意味でありましょう。明らかに彼らはマリア主義に反逆するものです。ですから彼らはアーティ・ジブラルタルを中継基地にして宇宙へ上がろうとしたのです。アーティ・ジブラルタルは宇宙引っ越し公社のヨーロッパ地区の発信基地で、宇宙へ移民した人々が地球に残した財産を宇宙へ運び出している施設である。クロノクル大尉はアーティ・ジブラルタルに絶対中立を求めるための交渉に当たっておりました。ファラグリフォン中佐と共にであります。しかしあろうことか、モビルスーツだと。この事実は説明するまでもないことで、引っ越し公社が裏切りをしたということです。リガ・ミリティアはアーティ・ジブラルタルでファラ中佐クロノクル大尉を煽り立てたのであります。ファラグリフォン中佐にいたしましても、これを排除しなければアーティ・ジブラルタルの中立性は守れないと考えて、必死に説得を試みました。ファラたちは施設を破壊しない戦いに苦労したようです。さらに許せない違反は、公社が白いモビルスーツを宇宙へ上げようとしたことです。公社のシャトルがでしょうか。大尉はそれを確かめるためにシャトルに取り付いて、そのために宇宙に戻られてしまったのです。我が軍が宇宙で優勢なら、この力でマリア主義を広めて地球の人々を包んでみせよう。大尉の乗ったシャトルの一便の後で白いモビルスーツは宇宙に上がりました。私は白いモビルスーツの少年のことが気になりますが。私もです。少年たちを異常者に任せてはならず。公社と連邦が国際法を犯して我々に歯向かうという事実、見過ごすおつもりでしょうか。将兵たちことに機械油にまみれているもの、小さなコックピットの中で震える者こそ
私の愛する者たちであります。私は戦いの後、あなた方を温かく迎えることができるよう全力を尽くします。皆様は世界をザンスカールの大いなる愛で包むことができるまで、その命を私に預けていただきたい。艦隊の出撃は号令された。ザンスカール帝国の女王も愛のことを話したようだけど、あれが僕たちの敵なのか。やれやれ、我々はすっかり怪物のようだな。よく言うよな。よーし、こちらも全速加速だ。空を突き刺す青い稲妻、大地を染めてく欲望の影、再び悪夢が世界を包む時、 SOS を叫ぶ声が聞こえる。神社花ムさんに会えば両親のことがわかる。ウッソはそう考えて出撃します。敵と味方の入り乱れる戦場はウッソには恐ろしく、私たちは宇宙に放り出されてしまうのです。次回「機動戦士ビクトリーガンダム宇宙艦隊戦」見てください。